盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは水苔の使い方です。水苔の必要性、どういうところにあるのかとご説明しますと、こういうね片手で持てるような、小さめの盆栽、もっと小さいのでもいいですし、大きくても必要なものは必要な場合あるんですけども、こういう用土がね少ない盆栽ってやっぱ乾きやすいんですね。今もう4月の、中旬ぐらいですけど、結構こういうの乾きやすくて1日1回の水やりでギリギリどうかなと。それでもちょっと他の大きい木が混じるとこの子だけ乾くんじゃないかなみたいな時に、うちではそういう時水苔使うんですね。こういうで、この状態では使えないんですけども、後でどう使うかまた説明するんですが、こういうところに水苔今のを置きますと、その水分、水苔いうぐらいであって、すごい水を含んだ状態で常にここに折ってくれるんですね。だったら乾きにくいというか、この状態と水苔を置いた状態でも全然乾き方が変わってきます。はい。乾き方だけの水苔の利用もあるんですが、あとこういうところにね粘りが欲しいみたいな時も水苔使う場合もあったりします。こういう上根はね、これはこの子は十分あるんですけども、こう根っこが欲しいとか、あともともと乾きやすい樹種、そういう木の種類とか、絶対に乾かしたくないぐらいな、結局乾きの方の話になるんですけども、そういう時に水苔を使います。はい。じゃあ早速その水苔、じゃあどういうふうにこれに使っていくかというのをご説明していきます。はい。ではこのふわふわでこの状態では非常に使いにくい水苔を使いやすい状態に変えていきます。でこういうバケツに入れてね、で水をもうジャーッとこうかけています。でこの水苔自体は結構水を吸うので、しっかり水をこの量に対してでも結構いっぱい水を入れましょう、バケツに。はい、結構入ったと思います。でこれ今水を入れたんですけど、これすぐってねちょっとね水が馴染んでなくて、なんかちょっと使いにくい気がするんですね。このまますぐ使う方もおられるかもしれませんけども、うちはこうちょっとギュッギュッと押してね水を含ませて、さらに最低1時間ぐらいは置きますかね。はい。でそれをこちらもう色もちょっと変わってきてね、もうビチャーっとした感じで、これぐらいすると結構起きやすいかなと思って、これぐらい、これが1時間以上経った状態、こんな感じになります。この子はもう1日ぐらい経ってるんですけども、それでこれを適当な量を取ってここに、これもこれぐらいの量っていう決まってはないんですけども、砂の部分、用土の部分に置いていきましょう。こういう根っこの上は無理に置かなくてもいいかなと思います。これもあったかい時期だけでもいいですね。寒い時期には、寒くなってきたらもう外したらいいと思います。はい、これで、だいたい水苔が全体に置けたかな。でこれでもいいんですが、結構このふわっとしてね流れ出たり、なんかこう乾いた時にさらっとね飛んでいきそうな感じがあったりね、水かけにくかったりするんで、うちではですけど、こういうねこれも適当な粒のサイズでええんですが、こういうのちょっとこう上にこう乗せて、重しというかね馴染みやすく、でこうギュッギュッと押さえます。
でやったらちょっと馴染みやすいかなと思ってはやってます、うちでは。はい、これで完成。もうこれをやったらこの子に関してはかなりこう保湿性がだいぶアップして、もう相当アップしますね。で、水切れが しにくいと。それこそこれを使ったら、その外出されてちょっと水かけが1日ぐらいできないなみたいな時でも1日ぐらいだったら多分結構持つかなと思います。あまり油断しすぎるのは良くないですけども、さらに旅行なんかでね2泊3日とかなったら、これにさらに下に受け皿に水入れたりなんかしたらかなり相当水は持つかなと思います。だから下に水をつけるよりかはかなり安全な保湿、保水の仕方なんで、皆さんもねよかったら水苔ホームセンターなんかで探していただいて、乾きやすい盆栽だとか、その外出用に水苔を手に入れられるのもいいかなと思います。はい、今回は以上です。北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。